皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？最近も4月の終わりに近づいてきましたね。私が住んでいる町ではまだ4月なのにもう夏みたいな気温です。すごく暑いです。皆さんが住んでいる場所ではどうですかね？お体に気をつけて毎日過ごしてくださいね。そして今日のポッドキャストでお話ししていくのは毎日の習慣についてです。習慣について。皆さん習慣っていう言葉は聞いたことがありますかね？例えば皆さん朝起きたら歯を磨きますよね。そして朝ごはんを食べたり、本を読んだり、勉強したり、毎日決まった時間、決まったタイミングにすることがあると思います。これが習慣です。で、今日はこのことについてお話ししていきたいんですけど、なんでこれを話そうと思ったかというと、実は私が最近読んでいる本があります。これがきっかけになったんですけど、このアトミック・ハビッツっていう本です。これはね、すごく有名な本で、私もずっと前から知ってはいたんですけど、やっぱり英語も難しそうだし、なかなか買えずにいたんですね。でも私の生徒さんがおすすめだよって言ってくれたので、思い切って買ってみました。で、そしたらもうね、すっごく興味深くて面白いし、あっという間に3分の1読んでしまったんですね。3分の1。なので今日はね、この私が読んだ3分の1の中で私が気づいたこととか、私の生活に取り入れたいなって思ったこと、役に立ったこと、そういうことについてお話ししていきたいなと思います。本当に印象的なことがたくさん書かれてたんですけど、この本を読んでから自分自身の習慣についてもう一度考えてみたんですね。で、そしたらやっぱり自分自身の習慣にすでになってるもの、もうなってるものと、習慣にしたいけど習慣にできないもの、ずーっと長い間習慣にしたいなって思ってたけど、まだできてないもの、その二つに分かれてることに気づきました。で、今日はそういうふうに私のエピソードも踏まえながらこの本についてお話ししたいなと思います。で、一つ目にこの本を読んでいて私の心に響いたものっていうのは、すごく小さなことでも毎日積み重ねていったらとても大きなものになるっていうことです。で、これはいいことも悪いこともなんですね。この本で書かれてたのは、毎日1%いつもより頑張ってみる。そしたら、やっぱり小さいものってすぐには結果が出ません。すぐには自分が成長していることに気づけない。でも365日後、1年間頑張ったら、それはすごく大きなものになってるんですね。でも、例えば、いつもの頑張りよりも1%頑張らなかった。マイナス1%の習慣になってしまった。そしたら、これも大きな変化になります。どうなるかというと、スタート地点からどんどん下がっていって、ゼロに近づいていくんですね。そういうふうに、とっても小さなものでも、すぐには目に見えないけど、大きな結果になってしまいます。これがすごく心に残っている印象的だったものです。で、私も自分の生活と比べてみたんですね。自分の生活に重ね合わせてみました。で、そしたらまず一ついいことですね。いいことで言うと英語の勉強です。私はこの1年間、特にこの1年はいつもより気合を入れて頑張って英語の勉強をしてました。で、最初はやっぱりすぐには目に見えて結果は変わらなかったんですね。うまく話せるようにならないし、自分が話したいこと、伝えたいことを英語で伝えるのは難しいし、いくら頑張っても映画とかドラマを字幕で見ることはできなかったんです。
でもそれを諦めずに、結果は見えないけど頑張り続けてみた1年後の今は本当に話せるようになりました。もちろんまだまだ間違えることっていうのはたくさんあるし、知らない単語、知らないフレーズはたくさんあるけど、聞き取れるようにもなったし、伝えたいことも伝えれるようになりました。これがすごく大きな結果だなって思うんですね。でも逆に毎日頑張らない習慣、少しだけサボる習慣っていうのもできてしまいました。これが何かというと、勉強ではなくて、朝の早起きの習慣です。私は1年ぐらい前に毎朝5時に起きてますっていうのを言ったことがあると思うんですね。で、その時は本当に毎日頑張って朝早く起きて運動して勉強してっていう風にしてたんですけど、正直それは冬ぐらいに終わってしまったんですね。旅行に行ってちょっとだらーってしてしまったっていうのもあるんですけど、それだけじゃなくて、やっぱり冬っていうのはどうしても布団から出るのが難しい。寒くて寒くて布団から出れないっていう毎日が続いてしまって、気づいたら朝8時まで寝てる、9時まで寝てるっていう習慣になってしまったんですね。で、そしたらこれもすごく大きな変化が出てきました。もちろん、精神的にも身体的にもなんですけど、朝早く起きなかったら自分の時間っていうのがすごく減ります。自分の好きなことができる時間が減るし、仕事に追われて勉強する時間もなくなります。勉強する時間がなくなったら、どんどん自分の英語力は下がって自信がなくなるんですね。で、そしたら落ち込んでしまう。ネガティブになってしまう。そんな風に最悪な精神状態になってしまったんですね。最悪なメンタルの状態になってしまいました。で、これがこの悪習慣、悪い習慣から受けた影響です。でも最近この本を読んでから、やっぱりダメだ、早く起きないといけないって思って、頑張って朝早く、また5時に起きる努力をしてみたんですね。で、そしたら見事に失敗しました。なんでかというと、私の仕事はフリーランスだし、やっぱり長い時だと夜の11時ぐらいまで働きます。ポッドキャストの編集もそうだし、レッスンも夜遅くにあること、朝早くにあること、バラバラなので、夜寝るのが遅くなってしまうことっていうのがたくさんあったんですね。でもそういう時でも無理して5時に起きるようにしてました。でもそしたらどうなるかというと、やっぱり眠たくなるんですね。日中に、お昼に眠たくなります。で、そしたら何をするかというと、昼寝をしてしまうんですね。私は昼寝が好きじゃないんです。特に忙しい日の昼寝、すごく嫌いなんですね。なんでかというと、昼寝をしたらサボってる気分になっちゃいます。もうなんで昼寝なんてしてしまったんだ。なんで寝てしまったんだっていう風に自分を責めてしまうんですね。でももちろんこれが休みの日とか、本当に何もすることがない日とか、旅行の日とか、そういう時だったら昼寝も好きなだけするんですけど、やっぱり毎日昼寝ができるわけではないんですね。でもそういう時でも朝5時に無理して起きたら嫌でも昼寝をしてしまってたんです。で、そしたらやっぱりネガティブな気持ちになっちゃって、ポジティブになるために朝早く起きてるのに、朝早く起きたせいでネガティブになってしまってる。これってなんだか悲しいじゃないですか。せっかく頑張ってるのに、それが逆に悪い影響というか、昼寝につながっちゃって、さらにネガティブになっちゃう。もっとネガティブになっちゃう。こういうことになってしまったんですね。で、これに気づいてからは、私はこの5時起きの習慣っていうのはやめて、朝目が覚めたら起きるっていう習慣に変えました。どういうことかというと、私は最近カーテンを開けて寝ています。で、カーテン開けて寝たら、6時ぐらいに明るくなってくるんですね。
そしたら、朝の5時半から6時半ぐらいの間に、私はアラームなしで自然に目が覚めます。勝手に体が今起きる時間だよっていう風に思ってくれて、私の目を覚ましてくれるんですね。で、こういう風にしてからは、無理して朝早く起きることっていうのがなくなって、私が起きたいタイミング、私の体が起きたいタイミングで起きるようになりました。そしたらお昼に眠たくなってしまうこともなくなって、昼寝をすることもなくなったんですね。そしたらもう一日中ポジティブな気持ちで過ごすことができて、有意義に過ごすこともできます。仕事っていうやらないといけないこともしっかりやるし、勉強もやる。でも自分がしたいこと、映画を見る、本を読む、テレビを見る。そういうふうに自分がしたいことをする時間っていうのもたっぷりできるようになったんですね。これが私がこの朝の習慣を始めて本当に良かったことです。で、さっきも言ったように無理をしないこと、自分に合ったペースで続けることっていうのが習慣を始めるために、習慣づけるためにすごく大切なことだと思います。で、他にも食生活についてです。私は食生活とかダイエットについて、ポッドキャストで何回も話したことがあると思うんですけど、高校生ぐらいの時から、私は結構自分の体型、スタイルに気を使ってるんですね。例えば、シュガーレスの食べ物を選ぶとか、グルテンフリーの食べ物を選ぶとか、野菜を多く食べる、たくさん食べるとか、夜中にジャンクフードとか絶対食べないみたいな感じで、そういうふうに自分の中で決めていることがたくさんあります。で、もちろん、アイス食べたいなとか、夜中にケーキ食べたいなとか思う日もあるんです。で、こういうふうに思った日は正直気にせずに食べてます。でも何に気をつけているかというと、今日はいいやっていうこの息抜きの気持ち、これを習慣にしないように気をつけてるんですね。最初にも言ったように、ちょっとぐらい大丈夫だっていうのは続けたら大きなものになります。例えば、夜にクッキー1枚ぐらい食べて大丈夫でしょって思って、それを365日続けたら、これはもう大変なことになりますね。私の体はきっとどんどん太くなってしまいます。で、私は太くなったら自分の心にも悪影響があるんですね。悪い影響がある。自分の体を見てネガティブな気持ちになります。で、落ち込んでしまう。やる気がなくなってしまう。自信がなくなってしまう。そんな風に大きな悪い結果になってしまうんですね。なので私は絶対にこの、ちょっと息抜きする時間、ちょっとだけ油断する気持ちっていうのを習慣にはしないようにしてます。あくまでも自分へのご褒美としてたまにできるもの、そういうふうに考えるようにしてます。で、今お話しした朝の早起きの習慣と食生活、この二つは私にとってもうね、大丈夫なんです。自分のものになってる。これが多分これから先、なくなってしまうことっていうのは、すっごく油断しない限りないと思うんですね。でも私にも習慣にしたくても全然できないことっていうのがあります。これは私が子供の時から悩んでいることなんですけど、部屋の片付けですね。部屋の片付け。私は部屋を片付けることができません。本当にできない。ゴミが散らかってるとかじゃなくて、例えば朝起きたベッド、そのまんまなんですね、夜まで。朝起きてもうぐちゃぐちゃの布団のまま、ぐちゃぐちゃのベッドのまま、私は夜まで過ごします。でもこれをやめたいし、他にも外に出かけて帰ってきて、カバンとか上着とか、こういうのありますよね。これをクローゼットに直せばいいのに、私は直さないんですね。どうするかというと、床に置きます。もう最悪ですね。床に置くか、ベッドに置くか。そういう風に、とにかく物を直せないんですね。
元あった場所に、元々あった場所に直すことができなくて、とりあえずとりあえずここに置いておこう、みたいな感じで、とりあえず、みたいな癖が本当にあるんですね。これが私の一番の悩みです。で、これを私はどうしても直したいって思ってた時に、この本が本当に助けてくれたんですね。で、この習慣っていうのは私にとっては新しい習慣ですよね。今までできていなかったこと、新しく始める習慣。こういうふうに新しく始める習慣についてのコツなんですけど、これはどうするかというと、今までに私がすでに持ってる習慣、もうすでに私の生活の一部になってる習慣。例えば夜私はお風呂に入ります。これは習慣ですね。で、お風呂に入って自分の部屋に来てドライヤーで髪を乾かす。これも習慣です。で、私はその後にいつも自分の好きなこと、映画を見たり本を読むっていうことをしてるんですけど、これも習慣ですよね。この習慣と習慣、もともとある習慣の間に新しい習慣を入れる。これが新しい習慣を続けるコツだっていう風に本に書かれてたので、私は文字通り初めて見たんですね。もう髪を乾かしたらすぐにベッドに行って本を読むんじゃなくて、その前に部屋を片付ける。それをしてみました。試してみたんです。で、そしたら本当にできるようになったんですね。で、なんでできるようになったかというと、私の今の段階では、それが本当に私の生活の一部になったっていうよりは、例えば私が部屋を片付けずに映画を見たら、本を読んだら、なんだか嫌な気分になるんです。自分自身が。なんだか気持ち悪い感じになる。まだやらないといけないこと残ってるな、とか、なんかサボっちゃってるな、とか思って落ち着かないんです。そわそわしちゃう。本を読んだりしてるときに。そしたら自分が楽しみたい習慣ですら楽しめないんですね、100%。なので私はもう必然的にもうやらないといけないっていう気持ちで部屋を片付けます。そしたらこれが続くようになったんですね。で、これを始めてから私はまだ1週間ぐらいしか経ってないから、こういう風にやらないといけないっていう気持ちだけど、多分ね、1ヶ月、2ヶ月、1年って経ったら、やりたくてやる習慣に変わってると思います。これを頑張って部屋を片付けたら、自分がすごく明るい気持ちになれる、ハッピーな気持ちになれて、一日をいい気持ちで過ごすことができる。朝起きた時も部屋が綺麗。で、ポジティブに心穏やかに過ごすことができますよね。これが私が最近気づいたことです。で、この今話した新しい習慣を始める方法、これをね、皆さんにお話ししたかったんです。私と同じように皆さんにも得意なことと苦手なことがあると思います。私は英語の勉強をすること、食生活を見直すこと。これは私にとって得意な習慣だけど、部屋を片付けることはすごく苦手な習慣です。こういう苦手な習慣を頑張って取り入れるには、もともとある習慣にくっつけてしまうこと。これが本当に私にとって効果的だったんですね。効果がありました。なので皆さんにもぜひこれをやってほしいです。他にも私が散歩に行く時の話なんですけど、タイミングで言ったら朝起きて、そしてすぐに私は髪を結んで、帽子をかぶって歯を磨いて、ポッドキャストを聞きながら散歩に行きます。で、このポッドキャストを聞きながらっていうのもポイントなんですね。私がさっき言ったのは前後のつながりでしたよね。朝起きて散歩するっていう前後の習慣だったり、部屋を片付けて本を読むっていう前後のつながり。これがありますよね。でも、
散歩しながらポッドキャストを聞くっていうのは、前後のつながりじゃなくて、同じ時ですよね。同じタイミング。こういうふうに何かと何かを一緒にするっていうのもすっごく効果的だと思うんですね。なんでかというと、一個かけるだけでなんだか足りない気持ちになるんです。例えば朝散歩には行くけど、ポッドキャストを聞かなかった。なんとなくぼーっと歩く。それもいいと思うんだけど、私にとってはこの時間は大切な勉強の時間だから、英語を聞きながら歩くっていうことに意味があるんですね。で、他にも例えば家でぼーっとしながら歩かずにポッドキャストを聞いてた。そしたら私はこの動かないっていうこと、これに物足りなさを感じて散歩したくなるんですね。なので散歩してるときはポッドキャストを聞きたくなるし、ポッドキャストを聞いてるときは散歩したくなる。こういうふうに自分の中で勝手に結びついてくれるんです。これが新しい習慣を始めるコツ、続けるコツだっていうふうに私は思ってます。で、他にもこの本に書かれていたことは、時間を決めることについてです。例えば、習慣っていうのは、私は毎日部屋を片付けるっていう習慣、毎日散歩に行くっていう習慣がありますよね。でも、これに時間をつけるんです。朝の8時に散歩に行くとか、夜の8時に部屋を片付ける。何でもいいんですけど、いつどこでするのかっていうのを一緒に決めるっていうのが習慣づくりのコツなんですね。で、なんで私が、時間の代わりにタイミングで決めてるか、お風呂の後とか散歩の後とか、そういう風に決めてるかっていうと、やっぱりさっきも言ったように、私は仕事の都合とか、結構時間が不規則、バラバラだから、時間を決めるっていうことがすごく難しいんです。で、私の場合、時間を決めたら本当に続かないので、私は時間はやめました。時間はやめてタイミングで今は続けてます。なので、皆さんの生活スタイルに合ったもの、時間を決めて続けるのが得意な人は、時間を決めたらいいと思うし、私みたいにタイミングを決める方が好きだっていう人には、タイミングを決めて習慣づくりにチャレンジしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。自分に合ったやり方っていうのが一番大切だと思うので、ぜひいろいろ試してみて、自分に合ったものを見つけてもらえたらいいなと思います。今話した2つが、私がこの本を3分の1読んですごく印象的だったものです。で、残りの3分の2にもきっと私が気になること、私が興味あることとか役に立つもの、そういうのがたくさん出てくると思うので、その時はまた皆さんにお話ししますね。なので楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。最初にも言ったように、習慣は続けたら目に見えなくても絶対に大きなものになります。長い目で頑張り続けたら皆さんにとって大きなものになって、すごくプラスなものになって、皆さんの人生がどんどんいいものになっていくと思うので、ぜひこれから一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。では今日はこんな感じで私の最近の習慣について、そして習慣づくりのコツについてお話ししてみました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。